Excel のシート内でドラッグ&ドロップを判断して、移動元のセルを灰色にして、移動先を赤色にする。そんな感じのことをやってみたいと思います。まあ話がこんな感じで4つセルを選んで、これはドラッグ&ドロップって感じで、感じですね。移動すると、移動元が灰色になって、移動先が赤って感じで。この「あ」だけ移動させるんだったらこんな感じで、なんていうか、移動させるときに、移動した後に移動元が灰色、移動先が赤って感じ。こんな形の処理をやってみたいと思いますって。もう何言ってたって感じです。すいません。まずはじめにコマンドバーっていうか、コマンドバーにツールチップっていう形で列の表示があるんで、それをテストしてみたいと思います。リボンの時代にコマンドバーのオブジェクトからツールチップに表示されている文字列をテスト表示って、もう何言ってんだって感じですね、このおじさんは。すいませんね。やりたいのが、こんな形でなんていうか、元に戻すっていうか、コントロール Z で1個前に戻すツールバーがあると思うんですけど、このツールバーは元に戻すですね。元に戻すのアイコンを押すと動作が保存されてるって感じで。こんな感じでドラッグ&ドロップとかオートフィルとか A6 のセルに5を入力とか、こんな感じで内部で保存されてるんで、これを本当は取りたかったんですけど、これが取れなくて、後から説明しますけど、ツールチップの文字一番上だけ取れたんで、これを応用してやってみたいと思います。説明すると、内部 ID で128っていうのが元に戻すコマンドバーの番号で、この Find コントロールでID128 を探すって感じで。すると、そのオブジェクトがUndo コントロールとかいう名前の変数に入って、これの変数で単にツールチップテキストって感じでやると、ドラッグ&ドロップとか文字が取れるんで、これを応用してやってるだけでしたって感じで。もう何言ってたって感じです。すいません。ここにツールね、ツールバーのここに元に戻すの部分があるんですけど、これで例えば1、2、3、4入れとくと、ここでセルの L1 を入力、L4A2 を入力、L5A3 を入力とか、L6A4 を入力とかいう感じで、こんな感じで覚えっていうか、すいません。ちょっとこの部分ですね。覚えてるって感じなんですね。で、これで例えばそれでやるとしましたって感じでやると、これで挿入って形で一つ前の操作を覚えてるって感じで。これをしてやってみるといいんじゃないかなっていうことで、作ったのが、例えば2と3を、これをドラッグしてドロップじゃないけど、こうやって離すと、すいません、ドラッグ&ドロップのところが、あれ覚えてない。これで覚えてたんだけど、ごめんなさいね。あれなんで表示されないんだ、これ。ああ、あれか、プログラムが消しちゃった。よくなかったですね、例が。これですいません。で、こんな感じでやって、これドラッグ&ドロップでそのまま移動させるって感じで。移動させると、この部分でドラッグ&ドロップで、こんな感じで移動がわかるよって感じになってるんで、そんな感じで撮ってますって感じです。すいません。とりあえずこれ消しちゃって、すいません。Excel 新規で立ち上げて、ここから仕込みをやりたいと思います。空白のブックって感じなので、こんな感じで立ち上げますよって感じで、立ち上げてもらって、ここから取り直してやってみたいと思います。チップの説明って感じで、ツールチップはそんな感じで、元に戻すのアイコンのところに表示されてるって、ここを押さえておいてもらって、次はVBA でやり直しの元に戻すを取得するって感じで、2番目としては VBA でやり直しのコマンドを取得って感じで、懐かしのバーを AI に聞いて探ってみるって形で、には元に戻すコマンドを取得するコードって感じで聞くと、こんな感じでサンプルのコードをもらったんで、これでに肉付けしてプリントとかしてみただけです。中身はさっきちらっと説明しちゃいましたけど、ドットのコマンドバーズって感じで、Find コントロールで128って感じで、この128のコマンドを渡してあげると、これがに戻すのはコントロールバーっていうか、コントロールバーなんで、これがコントロールっていう変数に渡りますよって感じで。で、変数に渡ったら、もう単純にこれでドットのキャプションじゃないけど、ドットのキャプションってやると、表題が入って、で、ドットのツールチップテキストってやると、さっきのチップのテキストがデバッグに表示されるって感じで。こんな感じの関数が AI が作成してくれたんで、これを標準モジュールにコピーって感じで。その前に仕込みがいいか。これで例えば開発のマクロって感じでビジュアルベーシックのところに行ってもらって、これで挿入標準モジュール。すみません。挿入の標準モジュールで、これ実行させるって感じで。
実行させると元に戻せませんって感じで、今出てますけど、元に戻すコマンドって感じで、今何もないんですけど、すいませんね。ここで A1 から2、3、4、5って感じでやると、元に戻すのコマンドっていうか、ここに元に戻すのコマンドで、これだから入って、A1 に1を入力、A2 に2とか A3 に3って感じで、こんな感じで、なんていうか、キャプションが入ってるって感じですね。で、問題のこの VBA の標準のやつ、これ走らせると、すみません、走らせる前にちょっとごめんなさい。イミディエイトウィンドウ消させてもらって、これで走るって感じで。走ると、こんな感じで元に戻す、セル英語への入力5って感じで、一番最後に文字が入ってるって感じですね。で、まあ問題なのが、このじゃあ2と3っていうか、A2 と A3 をドラッグして、F の1って感じで、F の1のところにこれで離すと、どうなるかっていうと、ここの部分っていうか、すみません。これがドラッグ&ドロップって感じで。ドラッグ&ドロップって形で、これをするって感じですね。応用するって言い方もあれですけど。これでがわかりますよって感じですね。まあこれが、すみません。ここで表示させなきゃいけないですね。ドラッグ&ドロップですよって感じで。するとこれでって感じで、わかるんで、直前動作っていうか、実行したかがわかるって感じで、セルの英語に普通に入力したのか、それともドラッグ&ドロップ移動するのかっていう感じがわかると思うんで、ここをまず見って感じですね。すいません。したら次がワークイベントを使ってみるっていう感じで、シートでワークシートチェンジっていうのがあるんで、ここで、なんていうかさっきやったみたいに、なんていうか状態がチェンジされたら、アプリケーションのコマンドバーでコントロール128渡して、元に戻すのオブジェクトを取るよって。元に戻すのオブジェクトを取ったら、そのままツールチップテキストで、これをデバッグプリントで表示って感じで。そしてやるのと、あとごめんなさい。いつものように頭からやってもらうとですね、ターゲットのドットアドレスって感じで、どのアドレスがターゲットになったっていうか、されたんだっていうのがわかるんで、この2つを使ってみるって感じで。ターゲットのアドレスと、この取得したって感じで、チップのテキストって感じで。これをワークイベントで使ってみるって感じですね。まあシートのイベントなんで、そのままっていうか、これコピーすると、この中身だけコピーしてもらって、これで書くって感じで、シート1にしたいんで、このシート1のところで右クリックをして、コードの表示って感じで、表示で、どのコードなんだって聞いてくるんで、ここでチェンジイベントですよって感じで。ワークシートのチェンジイベントって感じで。ここのワークシートのチェンジにイベントを書きますよって感じで。これでやってるのが、デバッグプリントで、すみません。これでターゲットのアドレスとかやると、わかるっていうのは多分やってると思うんですよ。アドレスとか。いう感じでやると、なんていうか、シート1のイベントが変わったらっていうか、すみません。ここでこんな感じでするところっていうか、これで削除やると、なんだこれ。どっちでもいいか、上方向にシフトでも。こんな感じでするターゲットのアドレスがわかるよって感じで。アドレスがわかるのと、あと一緒にたかが知りたかったんで、ちょっと細工してみましたって。もう初めからこのサンプルを貼れよって感じですけどね、すいません。貼ると、シートのチェンジの部分にサンプルプログラムを貼りますって感じで。貼ると、やってることは、一番頭でのアドレスって感じで、アドレスで操作が発生しましたって感じで、操作が発生しましたっていうのをイミディエイトウィンドウに出して、で、次がコマンドバーを見るって感じで、コントロールで、オブジェクトコントロールって感じで、1個変数を切っといて、で、テキスト型の変数で、もうストリング型で切っとくよって感じで。で、do イベントで更新をちょっと待ちたかったんで、更新待ちを入れるって感じで。で、ここがさっきまでやってたやり直しの部分っていうか、戻す側の番なんで、ちょっと意味深な番号ですけどね、128をそのまま取りますよって感じで。で、オブジェクトが見つかるか見つからないかを一応判断して、で、オブジェクトが見つかったら単にコントロールのツールチップテキストって感じで取り出して、それをデバッグプリントで出すって。ただ単にそんなようなテストプログラムになってます。で、これを走らせると、例えば、A1 のところで2、3、4、5、6、7とかこんな感じでやると、ここでイベントが発生しましたって感じで、Day1 で操作が発生で元に戻すって知恵の1を入力とかいう感じで、これが7まで続くよって感じで、Day の7まで続きました。で、やりたいのがこの、例えばから Day4 のやつ、この2つのセル、これをドロップで移動って感じで、これを移動って感じで。
H1 に移動って感じで、ここでどうなるかっていうと、ここで開業しちゃってますけど、これで D3、D4 で操作が発生で、ドラッグ&ドロップが発生したって感じで、連続してこの H2 にで操作が発生したって感じで、これで元に戻すでって感じで、これでっていうか場所とイベントって感じで、アドレスとイベントって感じでペアで取れるんで、これを工夫してやればできるんじゃないかなと思うんで、やってみてくださいって感じですね。で、質問の施策としては、ドラッグ&ドロップ時に前のアドレスを保存してって感じで、これっていうか、不思議だったんだけど、これ2つっていうか、連続で発生するっていうか、ドラッグ&ドロップすると、この D3 から D4 でチェンジイベントが走って、で、2回目っていうか、そのすぐ後にで、H の1から H の2までって感じで、この操作が発生っていう形で、こんな感じで発生するんで、イベントが。ここをちょっとプログラムを組まなきゃいけないよってことで。で、ちょっとこれ組み方いろいろあると思うんですけど、安易で移動元のストリングって感じで、一つは前の元アドレスを1個の外っていうかグローバルっぽくつけちゃってるんで、この辺は好きにやってもらってっていうか、一応サンプルで作ったような形でましたけど、こんな形ってどんな形なんだよ。これをコピーさせてください。この動くやつをそのまま貼り付けると、これでポイントが1関数っていうか、シート内の関数のところで移動元って感じで、アドレスを保存って感じで。で、ワークシートチェンジのイベントが走ると、そのままごめんなさい。これ、オンエラー GoTo で EXIT とか飛ばしてますけど、この辺するときは注意してください。今、完成版なんでありますけど、この下のエラーが出たときにそのまますぐ抜けちゃうんで、この辺はちょっと注意って、もうちょっと余談が多すぎましたね。元に戻ってごめんなさい。これでような感じでイベントのイブルかイネーブルですいません。これでイベント禁止にするって感じで、フォルスにしてイベント禁止にするって感じで、イベントが一回走んないように禁止にするって感じで。頭で禁止にしたら、これでのアドレスって感じで、操作が発生したよって感じで、操作発生をデバッグで出してますって感じで。で、コマンドバーを見るって感じで、さっきやったみたいにコマンドバーの1個変数切っといて、それで28って感じで、コマンドの今の状態を出すって感じで。その前にここでイベントでやってるんで、ここでチップが更新されるはずって感じで。更新されましたって感じで。ツールチップの内容が更新されたら、ここで128って感じでのオブジェクトに入れるよって感じで。で、オブジェクトがテキストを保存するって感じで。保存しましたって感じで。保存したら今度この中には、さっき消さなきゃよかったけど、で、ドラッグ&ドロップって文字があるかって感じで。普通の入力操作やコピー操作とか挿入操作でもこのチェンジイベントが走っちゃうんで、ワークシートのチェンジイベントが走って、なおかつツールチップの値がドラッグ&ドロップになってた時だけ処理をするって感じで。処理をするので何を処理するかっていうと、一番頭で元が入ってるかどうかを聞くって感じで。要するに1回目の時はアドレス入ってないんで、ここで1回目かどうか聞くって感じで。もし1回目だったら元を入れるって感じで。1回目だったら移動元を入れるっていうのが、で言うと、この例えば A1 から D2 ってやつ、これをE1 に寄せるって言ったら、ここで E1 に移動させるんだけど、この時にで入ってくるのがこの D1 と D2 って感じで、D1 から D1 から D2 までの操作が発生したよって感じで、ターゲットに入ってくるんで、これを元って感じで、移動元に保存するって感じですね。移動元に保存でますよって感じで。で、抜けましたって感じで。で、抜けるときに必ず再開するって感じで。これでアプリケーションドットのイネーブルイベントって感じで、これをにするって感じで。ここでイベントを復活させるって。で、イベントが復活させたら2回目っていうか、すぐ連続で走るんですけど、この隣の E1、E2 のところで発生感じで、これでって感じで発生するよって感じで。同じくで来ると、で、表示って感じで、アドレスを表示してるときに、E2 って感じで、アドレスが表示されるって感じで。で、アドレスが表示されたら、ドラッグ&ドロップですよって感じで。ドラッグ&ドロップって感じで。で、この str 移動元っていうのは、なんと D2 っていう元が入ってるんで、else の方に来て、で、元のセルっていうか、保存された変数を使用して、バックカラーを灰色にするって感じで、レンジの str 移動元のドットのって感じで、RGB の128、128って感じで、1ニッパ1ニッパで灰色にするって感じで。で、移動元の2回目は素直にから取れるんで、ターゲットのバックカラーの15っていうか、レッドが最大にして、あと、グリーンとブルーは0にするって感じです。これでなるんで、そのまま赤をセットする。で、2回目の処理が終わったんで、移動元をクリアって感じで、移動元をクリアって感じで。
すると、で、連続で処理って感じですね。そんな感じになってますって感じで。これで普通に入れると、こんな形で、なんていうか、セル FQ へ入力しましたとかいう感じで、なんだけど、ごめんなさいね。これ、消してた方がよかったですね。すいません。もうテストがあれですけどね。これじゃあ、K の1からって感じ。K の1、2、1、2、3、4って感じで。こんな感じに入れると、K1 からって感じで、普通に入るよって感じで。普通に入るよっていうのも変ですけどね。これでじゃあ、K の2のところで押しとかやって、上詰めるとかやると、これでまた途中でやっちゃったけど、K2 で操作が発生って感じで。削除操作がこれか。ここでしたね。K2 で操作が発生で、削除操作が発生しましたって感じで。こんな感じになるんで、これを応用してるって感じで。で、他の操作の時は、なるかっていうと、ここで、なんていうか、ドラッグ&ドロップじゃなくて操作だったんで、この else のところに来て str 移動元に文字をセットしてるんで、これで元がクリアされてるって感じで。これでドラッグ&ドロップの時だけ再度処理できるって感じで。じゃあこの H の2だけ、これを入れせると、こういう形でH3 に多分なると思うんですけど、H の2で発生でって感じで。そうすると移動元っていうか、元に2が入りますよって感じで。このターゲットアドレス1回目なんで。で、2回目来た時が H の3ですよって感じで。H の3でドロップだったんでどうするかっていうと、このレンジのS のカラーを灰色に直すって感じで。灰色に直したら、今度は普通のカラーをにするって感じで。そうすると移動っていう感じでやれるって感じですね。こんな感じでうまくやってるわけじゃないけど、これでとかやると、削除の時は反応しないよって感じで。もちろん空白のところっていうか、こんな感じで移動させても、こういう風になるんですけど、すいません。今何がやりたかった同じ、あれを出したかったんですね。あれっていうか、警告メッセージっていうか、すいません。これなんていうか、データにドラッグ&ドロップ、一回警告メッセージが出るじゃないですか。こういう風になんていうか、すでにありますが、置き換えますかって感じで。これではいを押したら変わるって感じで。EA にするとそのままいかないですけど、例えばこれ1、2ってやつ、これを3、4のところにドラッグ&ドロップで、これで離して押すと、こんな感じで、この元のところは灰色になって、もともと1と2が赤になってたから良くなかったです。こんな感じに色が変えられるって感じをちょっと説明したかっただけです。OK を押した時にするって感じを説明したかっただけですね。これをこのところに移動させると、これでメッセージが出てるとき、上がりますが、置き換えますかのところで、OK を押す処理が走んないんだけど、この OK を押した瞬間に、こういう感じの処理があって、こんな感じの処理になってるんで、一応試してみてくださいって感じですね。すいません。なんていうか、仕掛け的にはそんな感じで、なんていうか、コマンドバーを探して、コマンドバーのツールチップの中身を見て、ツールチップの中身がとか、ここには入ってるんで、直前の動作っていうか、削除したり、削除だったら削除とかしたりするんで、普通にキーボード入力だったら、何々へ入力とかいう感じで入ってるんで、これを応用して、このドラッグ&ドロップの時だけ操作するよって感じで。で、ドラッグ&ドロップは2回連続で走るんで、これで1個元っていう変数を切っといて、そこに入れるって感じで。で、移動元を入れたら1回目の時だけ移動元ドットのって感じでカラーする感じで。で、2回目のはターゲットに入ってるんで、ターゲットドットのって感じでやって、RGB で15って感じで。これで赤にする。ただ単純にやってみただけって、ちょっとありそうなんですけど、そんな感じにしてみましたって感じで。説明が前後しちゃったりするんですけど、挨拶としては、アプローチが違うかもしれないんですけど、で、ワークシートチェンジのイベントがドラッグ&ドロップだと発生するんで、あとはツールチップの文字列って感じで、ツールチップの文字列の中にあるかどうか調べて、その時だけで発生するんで、移動元をまず保存するよって感じで、移動元を保存して、で、2回目の先の部分のところに入ってきたら、これで移動元を灰色にして赤にする。そんな感じの処理にしてみましたって感じで。解決のヒントになれば幸いですって感じです。すみません。本当は取りたかったっていうか、この、なんていうか、連続して発生するのとか、ここの中身を取って、この中身がどうのってやりたかったんだけど、ちょっと取れなかったんで、このツールチップ、履歴を本当は取りたかったっていうか、この元に戻すのためには多分保存されてると思うんですよ。ここからここへ移動させたとか、元に戻すためには保存してなきゃいけないんで、ここのオブジェクトがあるかなと思ったんだけど、このオブジェクトがちょっとないみたいなんで、このツールチップを探すって感じで。で、ツールチップを探したら取れたんで、押されるとか。で、1回目を保存っていう感じ。1回目のアドレスを保存して、2回目
に色をつけるって感じです。1回目のアドレス保存って感じ。2回目で直すって。そんな感じの小細工をしてみましたって感じですね。ちょっと何回繰り返すんだよって感じ。すいませんね。そんな感じなんで、これ辺を参考にしながらうまくやってみてください。以上です。すいません。ちょっとなんか説明になってないような気もしますけど、終わりたいと思います。以上です。ここ間違ってます。や、このコードを使ってみて。など、改善点があったら、ぜひ教えてください。質問感想など、気軽にコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。できれば簡単な質問待ってますね。